皆さんこんにちは。サイバージャパンの葵です。はい、今日はなんと初めてのソロ企画をやっていきたいと思います。気になる内容は100の質問を答えるという企画になってます。以前インスタグラムやサイバージャパンの YouTube のコミュニティ、その他 X とかでもファンの皆さんに100の質問をするということで、その中から100答えていきたいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。宮崎の方ですか？はい、宮崎出身です。血液型は A 型です。どんな性格ですか？性格は多分インスタグラムとかで見るとクールそうとかきつそうとかいう印象を持たれるんですけど、実際は全然喋りやすいというか、めっちゃ私もおしゃべりだし、結構あっさりしてる部分があるから、全然多分思ってる性格とは真逆で親しみやすい性格だと思います。身長はよく意外って言われるんですけど、158センチぐらいで、体重は2、3キロ変動はするんですけど、多分43キロぐらい。何カップですか？この質問もめっちゃ多かったんですけど、これはご想像にお任せします。サイバージャパンのメンバーになったきっかけ、一番最初、ボスからの、プロデューサーさんからのスカウトなんですけど、私がインスタグラムでカラオケ配信してた時に、それをボスが見てくださってたみたいで、インスタの DM からサイバージャパンになってくれませんかっていう風に連絡いただいて、面接も3回ぐらいして、サイバージャパンに入りました。ありがとうございます、ボス。見つけてくださって。初恋はいつですか？いつなんやろ？でも多分幼稚園の時とか同じ年の男の子気になってた記憶があります。食べ物で何が一番好きですか？お母さんの唐揚げですかね。葵ちゃんは S か M どっちですか？これも多かったんですけど、どっちだと思いますか？ちょっとコメント欄で教えてください。一番好きな漫画とアニメと映画教えてください。進撃の巨人とか。結構私弟がいてめちゃくちゃ仲いいんですけど、弟といろんなことしてきたので、ちょっと男の子っぽいところもあるんですよね。だから、進撃の巨人。好きなアニメはドラゴンボールが大好きです。もう本当に私ちっちゃい時ドラゴンボールめっちゃ見てて、もうドラゴンボールで育ったと言っても過言ではないので、ドラゴンボール大好きです。映画は、千と千尋。もう千と千尋の白様が超好きで、何回も見てます。恥ずかしいエピソードを教えてください。なんやろうな。私学生の時居酒屋でバイトしてた時があって、ご飯を料理を運ぶじゃないですか。で男の子が何人かいた席があって、で行ったら多分私が重いものを持ってたから、その男の子に持てますかって言われて、私モテますかって急にモテますかとか言われたとか思って、モテないですって言ったら、その料理がモテるかモテないかだったらしくて、私一人でモテますかとか言われて、モテないですって言ったら全然違う。ただ優しさでした。それちょっと今でもちょっと恥ずかしいなっていう過去ですね。普段どういう音楽聴きますかっていうことで、お母さんとかお父さん世代の曲が大好きで、ほんと宇多田ヒカルさんとか浜崎あゆみさんとか玉置浩二さんとか結構渋めのサザンとか、私宮崎出身なんで本当にテレビのチャンネルが2チャンネルしかないんですよ。だから見るテレビがあんまなくて、放送されてたモノマネ番組歌合戦とかそういうので、そういう昔の曲をめちゃくちゃ学んで大好きになったので、そういう昔のちょっとした古い曲が大好きです。男性からもらったプレゼントで一番嬉しかったものは、えー、でもやっぱり物も嬉しいんですけど、結構私は手書きのメッセージとか、それこそファンの方からいただいたファンレターだったりはすごい嬉しくて、普段ちょっと落ち込んだ時とか見返したりします。じゃあ 100% 日本人ですか？はい、もう純ジャパニーズです。サイバージャパンに加入してここが変わったなっていう思うことありますか？そうですね。でも本当にガラッと変わって、普段踊りもしてこなかったし、私本当に、なんやろな、ビキニとかが本当に着たことなくて、プライベートで着たの本当に2回ぐらいしかなかったんですけど、だからすごい抵抗あって水着着ることに。今はもう全然慣れて、バンバン水着着てますけど、そこはもう本当に
180度変わりましたね。あと YouTube でもなんかビキニ着て砂まみれになりながらドッジボールしたりとか、体張ることが増えました。強くなったと思います。だから精神的にもいい意味で。じゃあ続いて好きな男性のタイプは、これはなんか一番来た質問みたいです。結構言ってるんですけど、なんか笑顔が可愛い人がすごい好きで、やっぱりこう人柄って顔に出るってよく言うじゃないですか。だからこう普段すごい優しい人とかは、笑った顔がやっぱりこうおおらかというか、なんか穏やかな優しい顔、なんかそれだけで性格がにじみ出てるから、やっぱそこでこの人はすごい優しい人なんだろうなとかいろいろ考えるので、笑顔が素敵な人が好きです。あとは結構包容力がある人、一途で言葉と行動でこう表しちゃんと好きをアピールしてくれる人が好きですね。はい、じゃあ次、いつも強そうに見えるけど実はシャイな一面もあるのかなということで、そうですね。シャイ。でも私あんまり人見知りそんなしないので、確かに強そうっては言われるけど、やっぱり寂しがり屋な部分もあるから、シャイな部分もあると思います。はい、じゃあ次は、年上と年下どっちが好きですか？これはですね、私ほんと、あんまり関係なくて、年上の方も年下の方も別に同じぐらいというか、精神年齢で見ちゃうかもしれないです、私は。次、兄弟いますか？兄弟は一つ下の弟がいて、めちゃくちゃ仲良くて、仲良すぎてびっくりするって言われるぐらい仲いい弟がいます。アベマの番組に選ばれた時の感想、すごい嬉しかったのが一番で、新しい自分へのチャレンジかなっていうので、経験もあるだろうし、自分を成長するためにもチャレンジしてみようかなと思いました。はい、次は、モテの秘訣です。相手の話を聞いてあげる。なんか、あなたのこともっと知りたいですよっていうのをちゃんと出すと、やっぱり相手も心を開いてくれるから、ちゃんと目を見て聞くっていうのが大事なんじゃないかなと思います。あと、愛嬌です。愛嬌、大事です。男性の体で好きなパーツは、結構私、手が綺麗な人を見ちゃいますね。初めて東京に来た時のエピソードを教えてください。宮崎ってほんと電車がなくて、あるんですけど、ほぼ通ってないので、私。だから、東京来た時はもう難しすぎて、乗った1回目に隣の席の人に、こっちで合ってますかって声かけました。ゴリゴリの宮崎弁で。葵ちゃんを初めて見た時 AI と思ってました。すごい嬉しいんですけど、なんかボスも最初私のインスタを見て写真ばっかだったんで AI と思ってたらしくて、で、私がインスタライブで動いてるのを見て人間だって思って声かけてくださったみたいです。携帯の待ち受け画面を見せてくれますか？これです。これは、おじいちゃんとおばあちゃんと肩を組んでる写真。私すごいおばあちゃん子なので、おじいちゃんおばあちゃん子なので、こんな写真待ち受けにずっとしてます。和食と洋食どちらが好きですか？どっちも好きなんですけど、やっぱり和食が好きです。初対面の男性を見るとき、最初に気になるポイントはどこですか？なんか私結構雰囲気を見ちゃいます。全体的な雰囲気。その人が出してる空気感見ちゃいますね。筋トレするならどの部分を鍛えるのが一番好きですか？私はなんか筋トレよくするんですけど、下半身がすごい好きで、だから自分筋トレするときは結構お尻とか結構やります。香水何使ってますかっていうことなんですけど、香水は私何個か持ってて、サンローランとグッチとザラ、あとティファニーです。ティファニーの香水も使います。スタイルをキープするために週に何回ジムに行ってますか？私3回ぐらいジム行ってます。無人島に一つだけ持っていくなら、一つだけですもんね。なんやろ？火ですかね、やっぱり。火です。管理栄養士の資格を取ったきっかけは、もう小学校ぐらいの時からすごい美容に関心があって、なんかちょっと太ったなと思ったら食事管理したりダイエットとかしてたので、その知識を活かせないかなと思ったし、もっと深く勉強したいなと思って、この先自分にも大事だなと思ったので資格を取りました。サイバージャパンのメンバーで彼氏にするならっていうことなんですけど、これ本当にめっちゃ考えて、もうほんと先輩方みんな素敵な方なので、強いて言うなら、かなえさんか、はらちゃんさん。なぜかというと、かなえさんはなんか、やっぱり、もうこう、皆さんをこうまとめてくれる包容力というか、私に対してもすごい優しく接してくださるので、もうついていきますみたいな感じで、かなえさん選んだのと、あと、はらちゃんさんは、結構なんか普段から青い青いってなんか言ってくれるので、すごい話しやすいし、かっこいいじゃないですか。イケイケだから彼氏にしたいなって思いました。逆に、
メンバーで彼女にするならっていうことなんですけど、でもえなさん彼女にしたいです。理由は、なんかやっぱりもうふわふわしてて私と真逆なので、もうふわふわして、もう女の子らしいし、可愛くて、なんか守ってあげたいというか、もうすごい可愛いらしい彼女になるのかなと思ってえなさん選びました。来月初めて上京しますが、不安なことが多いです。上京して良かったことなどがあれば知りたいです。そうですね。私もめっちゃ不安多かったけど、環境を変えることが一番大事だと思うんで、その時辛い時があっても、それが絶対1年後2年後笑える話になってると思うので、私の YouTube を見て元気を出して頑張ってください。元気出るかわからないけど、なんか元気になってもらえるように頑張ります。次は学生時代の思い出は、私合唱部に所属してまして強かったんですよ。だからもう練習もきつくて、毎日もう昼練があって、だからお弁当の時間普通みんな昼休みだけど、私たちはもう音楽室に授業が終わったらすぐ行ってお弁当をみんなで10分ぐらいで食べて、もう昼休みずっと歌ってて、で夜も9時半ぐらいまで毎日残って歌ってました。厳しかったですけど、すごい学んだので、いい思い出です。今まで付けられたニックネームはありますか？シンプルに葵ちゃんか葵か、青ちゃんか、葵様か、青ポンです。はい、じゃあ次。落ち込んだ時どう解決しますか？これはもう、友達に会う。あと弟に会う。あと寝る。あとカラオケに行く。これです。美味しいものを食べる。行ってみたい国はどこですか？いっぱいあるんですけど、ギリシャがすごいいいって聞いたので、ギリシャ行ってみたいなって思います。ファンは恋愛対象がいいですか？いやなんか全然、なんやろうな。別にその人自身を好きになったら関係ないんじゃないかなと思います。だから何があるかわからないし、全然対象外じゃないです。好きなブランドは、よく買うのはザラ、あとカルバンクラインが好きです。海ナンパはありますか？海ナンパは、でも海あんま行かないんですけど、なんか撮影中に声かけられたことはあるから、ナンパということにしましょう、これで。体で一番自信があるところは、これはどこだろう？でもやっぱりなんか、国宝級バストで最初、デビューしたんで、バストということでお願いします。年上は何歳まで許容範囲ですか？これもちょっとさっき答えた質問に似てるんですけど、精神年齢で見ちゃうので、全然関係ないです。続いて、好きな DJ はアニマーさんです。音楽そうですけど、世界観大好きで、フェスで見ましたね。結構もう2回ぐらい見ました。はい、じゃあ次は、葵ちゃんが生きていく上で一番大切にしていること、感謝を持つこと。今、いろいろできてるのも生きてるのも一人じゃダメなので、やっぱり誰かしら関わってくださった方がいるので、しっかり感謝は伝えていかないとなと思って、はい、感謝大事にしてます。次、犬派、猫派っていうことで、私は犬派です。犬も、ワンちゃんも、猫ちゃんも飼ったことあるんですけど、でも猫ちゃんやっぱちょっとツンツンしてるんで、私はこうもう、青いって来てくれる方が好きなので、犬派でお願いします。次はお酒飲むなら何飲みますか？私お酒ほんと大好きで、でも好きなのは本当甘いカクテルとかフルーツサワーとかワインと日本酒も大好きです。付き合うならマッチョ男がいいですか？私別にあんまり関係ないかもしれないです。鍛えてたらすごい素敵ですけど、でもこだわりはないです。今までどんなバイトをしてましたか？そうですね。居酒屋、焼き鳥屋さんと、あとレジ品並べもしたことがあります。一番好きな子供時代の思い出は何ですか？一番好きな子供時代の思い出。なんかほんとおばあちゃん子だったんで、おばあちゃん家にすごいいたんですよね、ちっちゃい時。だからなんかおばあちゃんとおはじきした思い出とか、なんかカルタした思い出は今でも鮮明に覚えてます。キュンとする男性の行動は、前話してたことを覚えてくれたりしてたら、すごい、覚えてくれてたんだ、ちゃんと聞いてくれてたんだ、興味あるんだって、すごいキュンってなります。じゃあ続いて、何系ラーメンが好きですか？なんやろ、豚骨、あと魚介系も好きです。次は、お休みの日は何をしてるの？ジムに行くか。でね、弟と仲いいので、弟にすぐ連絡しちゃいます。今何してる？合流しようって。なんか弟だったら気使わなくていいから、ほんと暇な時にすぐ今日ご飯行くって連絡して、よく弟と過ごしてます。絶対にこの男性を落としたい決め台詞を一つお願いします。これはそうですね、アベマの番組の記者会見の時も言ったんですけど、帰り際に、じゃあバイバイって別れた後に、トコトコトコって戻ってバックハグをして、あと5秒だけって5秒だけバックハグをして、パッて顔を見て、あっさりバイバイって言って立ち去る。これです。この塩でもなく甘々でもないこのさじ加減甘じょっぱいのが一番
ぜひしてみてください。どんな風に仕事のモチベを上げてますか？これはですね、でもやっぱりご褒美を作るっていう、なんかこの日のために頑張ろうとか、これ欲しいから頑張るとか、気合い入れてます。はい、じゃあ続いて何をすると落ち着きますか？美味しいものを食べてる時が一番大事な友達とか弟とか家族とやっぱり美味しいものを食べて飲んで過ごす時が一番落ち着いてるかなと思います。じゃあ続いて告白したことありますか？告白したことはないです。逆にされたことありますか？あります。宮崎の美味しいものトップ3はっていうことで、これはめちゃくちゃほんと悩ましいんですけど、3、平家の里っていうハンバーグ屋さんがあって、そこの本当にハンバーグが、つなぎなしの 100% 牛で、ベスト2が地鶏、柚子胡椒をつけて食べるとめちゃくちゃ美味しいです。で、ナンバーワンがチキン南蛮です。めちゃくちゃ宮崎のチキン南蛮も最高なので、ぜひ食べてみてくださいね。サイバージャパンのメンバーになってなかったら何をしてたと思いますか？これはですね、でも私もともとやっぱモデルとかすごい憧れだったんで、多分どうにかして頑張ってモデルになってるんじゃないかなと思います。それか管理栄養士の資格持ってるから、それを活かして美容関係の職に就いたりしてるかなと思います。理想のデートは、私温泉旅行がすごい好きで、温泉旅行で部屋食でゆっくり2人の時間を過ごすのが理想かなと思います。彼氏には甘えるタイプ？これは友達とかと話してても驚かれるんですけど、私めっちゃ甘えるタイプ。結構見た目によらず甘えちゃいます。男女の友情は成立する？私は成立するって思ってます。お風呂入ったらどこから洗う？私お風呂行った時、お風呂場でメイク落としするので、メイク落としします。指をパチンと鳴らすだけで世の中を変えれるとしたら何を変えますか？病気と事故をなくす。健康にもみんな幸せに生きましょう。意外な過去はありますか？東京に上京したばかりの時は900円のドミトリーに1年半ぐらい住んでました。共同生活をしてましたね。コロナ禍の時だったので、すごい安くて、下積み時代っていうんですかね、過ごしてました。もし一日だけ好きな映画かアニメのキャラクターになれるとしたら誰になりたいですか？これは孫悟空になりたいです。孫悟空になってキントーンに乗りたいです。自分の魅力的だと思うポイントはどこですか？でもまあギャップなんですかね。多分ギャップだと思います。デートするときに男性が着てたらいいなと思うコーデは、なんやろうな、なんかその人に似合ってれば何でもいいんですけど、ごちゃごちゃしてるよりはシンプルな服が好きです。全然柄物とかでも全然好きなんですけど、ごちゃごちゃしてなければグッドです。じゃあ次、もし一日だけ動物になれるとしたら、どの動物になりたいですか？猫。好きな時にぐうたらして、だけど飼い主さんもめっちゃ可愛がってくれて、もう最高ですね。もう猫ちゃんになりたい。自炊してますか？もししてるなら得意料理ありますか？自炊はします。やっぱ管理栄養士持ってるんで、勉強しましたし、栄養学すごい得意なので。得意料理はチキン南蛮ですね。これやはり。お気に入りのドラマありますか？ドラマ、でも最近はイカゲームハマって一気見しました。英語話せますか？ちょっと英語で自己紹介してみてください。英語はちょっと全然得意じゃないんですけど、まあちょっとだけ。Hello, I'm 葵。Nice to meet you. はい、以上です。勉強します。日本人派か外国人派。私これは別に本当にどっちも好きです。その人のそれぞれ魅力があるので。じゃあ続いて、もし自分を動物に例えるとしたら、どんな動物だと思いますか？私なんかこれ結構小鹿なんかバンビに似てるねとか言われることはなんかありました。どうやってリバストを維持してますか？これはなんか揺らさないのがいいって聞いたことがあるので、まあランニングする時とかもスポーツブラをつけるとか、なんかそこはあんまり揺れないようにっていうのは意識してます。じゃあ続いて、自宅での美顔器は使ってますか？美顔器はなんか引き上げ系というか、たるみ防止みたいな、なんかそういうのを使ってます。気の強い男性と気の弱い男性どちらが好きですか？これは私、どっちか選べないかも。なんか強すぎるのも嫌だし、弱すぎるのも嫌っていうか、やっぱ優しい、穏やかな人がいいので、真ん中ぐらいの男性でお願いしたいと思います。宮崎弁出ますか？宮崎弁はめっちゃ多分、タメ口とかだとめっちゃ出るかな。家族への愛はどうやって示してますか？イベントの時とかに例えば、大きいプレゼントをするとか、頻繁に連絡するとか、声を聞かせてあげるとか、顔を見せてあげるとか、すごい日頃が大事だと思うんで、私は本当に毎日母親、父親 LINE しますし、テレビ電話もしますし、おじいちゃんおばあちゃんにもしょっちゅう
電話をかけて、本当2、3分の電話でも声聞かせるだけで、本当に親孝行だと思うので、もう人生24時間の中で2、3分時間を使うだけでも幸せなことだと思うので、そうやって私は結構伝えてます。高校生の時の一番得意な学科は、私やっぱりスポーツ好きなので、体育の時だけ多分生き生きしてました。自分を一言で表すなら、どんな言葉がぴったりだと思いますか？なんやろこれ。変。なんかわかんないんですけど、あなた変わってるっていつも言われるので、変わってる。変という言葉で。好きなアイスは何ですかということで、私マンゴーアイスが大好きです。どんな財布を使ってますか？これは私、父親がプレゼントしてくれたプラダの財布を多分5年ぐらい使ってます。身長低い男性は嫌ですか？いやもう全然関係ないです。やっぱり中身が大事だと思います。じゃあ次、浮気はされたことありますか？ないです。はい、じゃあ逆に浮気をしたことはありますか？絶対しません。はい。気になる男性がいるとき、どんなアピールをしますか？いや、でも結構私は見ちゃうかも。なんか目で追っちゃうとか、ちょっとあなたのこと気になってますよっていうのはこう目線でアピールするかな。あと積極的に話しかけに行くと思います。あとは、相手の趣味をなんか把握して、同じ趣味を勉強する。で、それを同じ話できるように勉強します。はい、じゃあ次、元サッカー経験者ですかっていうことで。はい、私、弟と一緒にサッカーやってたので、サイドバックで頑張ってました。1億円あったら何に使うっていうことで、家族で旅行に行くかな。あと、おじいちゃんおばあちゃんとかにもプレゼント買ったりします。もし1日だけ男の子になれたら、最初に何をしてみたいですか？でもやっぱり上裸で海とかに行って何も気にせずはっちゃけたい、日焼けとかもしてですね。続いての質問。サイバージャパンの YouTube で一番楽しかった動画は何ですか？でもサーフィン企画はすごい楽しかったです。ぜひまだの方は見てみてください。確か100万再生いってるのかな？結構すごい大バズりした動画で、すごい面白いので、ぜひチェックしてください。何フェチですか？何フェチ？そうですね。でも、匂いフェチかもしれないです。なんかその香水とかじゃなくて、こう柔軟剤のなんか自然な匂いが好きですね。今まで好きになった人の共通点は、これは、でもしっかりしている人が多かったかも。やっぱり尊敬できる部分がしっかりあったっていうのが共通点かなって思います。失恋から立ち直る方法は何？私も結構なんか辛いことあると落ち込んじゃうんですけど、もうそういう時に本当親友とかに連絡して一緒にご飯食べて話聞いてもらったり、あとはカラオケとかでストレス発散ですかね。それこそなんか失恋じゃないんですけど、なんか辛い時あってカラオケ配信してたらボスがたまたま見てくださってスカウトしてくださったから、本当に、ね、何があるかわかんないですよね。もう不思議です。一番感謝している人は誰ですか？その理由を教えてください。これはやっぱり母親かなって思います。新しい世界に飛び込むっていうの、宮崎から飛び込むっていうのは大変なことだったんですけど、何も否定も何もせず、ずっとこう陰で支えてくれてたので、今もですし、すごいだから一番感謝してます。お母さんありがとう。将来的に自分をどんな風に成長させていきたいと思っていますか？人生一度きりなので、チャレンジできることはいっぱいチャレンジして、やっぱり大きい、ね、渋谷とか広告でドーンって乗るぐらい大きい存在になりたいなと思います。で、ボスにスカウトしてよかったって思われるように頑張ります。じゃあ最後、ファンへ一言お願いします。そうですね、ここまで長かったと思うんですけど、見てくださってありがとうございました。私がこう今、活動できてるのもファンの皆さんのおかげなので、次は私がこう恩返しできるように頑張っていきたいし、皆さんの生活の一部として少しでも勇気だったり光だったり、こう寄り添っていけるような存在になれるように頑張るので、皆さんこれからもよろしくお願いします。はい。ということで、100の質問以上です。いかがでしたか？ぜひ皆さん感想をコメントで教えてくださったら嬉しいです。ということで、この動画が良かったと思ったら、いいね、チャンネル登録、コメントまでぜひよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。